はい、こんにちは、建築写真家の田岡です。今日はですね、僕は巨匠になりたいチャンネルの建築 YouTuber の柴田村さんとのまた第3弾のね、動画ということで今撮らさせていただいてますが、まず2件のね建築物いろいろ一緒に同行して撮影させていただきまして、今日ちょっと田岡さんとデートするっていう形で、そんな感じで、はい、もうまさにデートデートをして建築を語りながら僕もいい勉強になったんで、いや僕も久しぶりちょっとデート しましたねなかなかこの時期だとデートできないので、時期なだけでね、はい、僕はね本当写真っていう観点で建築物をいつも捉えてるんだけど、はい、まあ柴田丸さん、僕がそもそも興味持ったのが、マツコ・デラックスさんのね番組に一緒に出させてもらって、はい、で非常になんかやっぱ建築業界とかね、そういういろんな業界の人間僕も知ってるし人脈はあるんだけど、ちょっと珍しいタイプの方だなというのをお見受けしたし感じたし、で、今後こういう方ともね一緒に仕事ができたら本当僕も楽しいなと思ったんですが、まずマツコさんの夜の巷、徘徊しない番組に出られて、どうでした実際に。まず家族はすごい喜んでましたねやっぱ僕大学院まで行ってそのまま独立したので、家族とか周りからすると、急に何の仕事にもついてないやつが独立して飯食えって言って何やってんだみたいなんだけど、なんか分かりやすく、テレビ出ると、何かやってたから出れたんだねっていうのはなんか認めてくれるみたいな。あとやっぱ仕事の中でもちょいちょい声かけてもらったりとかはあったので、はい、もうマツコ様々みたいな。いや僕もね、マツコさんのやっぱキャラクターによるブランドってすごいんだなっていうのを痛感してて、あの番組に出るよっていうねことをクライアントさんに伝えると、本当皆さんが喜んでくれて、で僕をそのクライアントさんのお客さんがまた僕に紹介してくれたりとか、結構そういう意味では好影響があって、僕もまたねこれをきっかけにいろんな形のね仕事につながればなとは思ってますので、また今後もねいろいろ一緒にお願いします。今日に限らずね、なんか変な話ですけど、レギュラーでねいろいろ建築巡りしてもらうと、僕も勉強になるし、お互いの刺激にもなるんじゃないかなと思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。ところで僕としては柴さんのね、その柴田丸さんというキャラクターで今、YouTube やられてるんですけど、本当今の建築業界には僕新しい形のパターンでの業種というわけじゃないんですけど、ちょっともう少し具体的にどんなことでねお仕事されてなりわいになっているのかっていうのをちょっと皆さんにね教えていただけるといいなと思って。なんか仕事始めるきっかけは、まず最初にブログを学生時代に始めて、そこからYouTube を始めて、それで結構皆さんに見ていただくこと多いんですけど、それでご飯食べてるかっていうと、ブログではそこそこ収入あるので、飯食えるぐらいはあるんですけど、主にはいろんな企業とか会社のなんか事業提案したりとかマーケティングのサポートみたいなことも多くて、最近だといろんな建築の人とかと仕事することもあるんですけど、例えばこういうメディアをやりたいって言われたらメディアの設計みたいなところもして、最近やってるのがもともと建築業界の方で設計とか勉強してて、今は仕事の中だと割とマーケティング系の会社さんとか、建築と全く関係ない会社さんの事業提案だったりメディアの提案だったり設計みたいなことをたくさんやってて、最近それが両方つながってきて、今は例えばグリッドっていうコミュニティを作って、新しい設計事務所みたいな形で設計の仕事を受けてやり始めてたりするんですけど、なんか設計事務所とか工務店さんとかだと一つの会社を作って仕事を受けてって形なんですけど、僕が今やってるのは僕とあと全く違う関係ない会社のこの人とか、あの人とかいろんな人たちをコミュニティで集めていって、そこで僕の方に来た仕事の設計依頼とかを最適なメンバーアサインしてやるっていう形で、それは設計事務所とか工務店さんと何が違うかっていうと、ただ空間を作るっていうよりはビジネスの方までチューニングして仕事の提案するみたいなことも多くて、例えば今もうオフィスいらないって話あるじゃないですか。コロナでね。そうですそうです。で会社さんがオフィスじゃなくてもっと基地みたいな場所が欲しいみたいな話があって、そういう時にじゃあ新しい空間作りましょうって言って基本空間作って終わりっていうのが多分基本の設計。今僕の方でやってるのはそのベースっていう空間を作る時にその空間はもちろん作るんですけど、その会社さんの事業とかもチューニングして最適化してやっていくみたいな
形でなんかいろいろやったりで、その最適化する作業を僕がやって、設計とかは設計できる方でやってとかっていう形でやってますね。結構何やってるのって言われると僕もこれですってなかなか言えないことあるんですけど、建築業界の人と全く違う業界の人との間に立ってシームレスにいろいろバランス取り合うみたいな、プロデュースみたいな仕事はすごく多いですね。もう僕がやっぱ感じたのはそこなんだよね。まあもともとね、僕自身も今でこそ建築写真がなりわいなんですが、もともとさっき言った建築プロデュースっていうことで住宅型だったんですが、とにかく建築の仕事をどのようにしてプロデュースすると業界の人間のそういう仕事が増えるかとか、まあ建築物を創造していけるかっていうことをやっぱ考えてた側だったので、僕の場合はまあ幸か不幸か建築の資格を取れずにね終わってしまってるっていうところが正直あったんで、さすがにそういった負い目を感じながらも建築業界でどうやってね活動するかって言ったら、まさに今柴田さんが言われたプロデュースという概念をもっともっと世の中に、この建築業界の中にもっと広めていかないといけないって僕は思ってるんで、そういったところでね強くね感銘を受けたんですよ。本当ですか。珍しいそういう発想で建築のね大学と大学院に出て、それをいきなりなりわいにしようと思ってフリーランスになられる方って、僕たくさんはいないと思ってるんですよね。そうかもしれないですね。僕も偶然ところもあるんですけど、でももともとそういう仕事をしたいとはふわっと思ってて、でそれがどんどん最近形を帯びて解像度が出てきたみたいな感じですね。建築の人だとやっぱ建築の話しかなかなかできなくて、ビジネスの話になるとちょっと距離が空いたりとか、逆に社長さんからするとそんだけ魅力的な空間っていうのは分かるけど、これが利益出るものなのか出ないものなのかすごい気になるじゃないですか。なんですけど僕みたいな間の立場がいるとものすごい翻訳しやすいなと思ってて、例えば新しいなんか基地を作りましょうって提案も今その場所でものすごくたくさん物を売るようなお店って減ってきてるんですよ。例えば在庫をたくさん抱えて売るんじゃなくて、他のブランドの会社、コンセプトショップとかよく見てみると、例えばニューバランスでもニューバランスの靴が5個ぐらい置いてあって1軒あるみたいな。でアップルとかもなんか何千万とかのところにアップルストア出して置いてあるものって言ったらアップルの商品1個ずつ置いてあるみたいな感じじゃないですか。だからそこで売り上げで上げてるっていうよりは、そこにお客さん来てもらうことによってアップルの世界観分かってもらって、その LTV いやライフタイムバリューを上げていくみたいなビジネスモデルだと思うんですけど、結構それって他のことでも転用できるなと思ってて、オフィスじゃなくてベース基地が欲しいって言われた会社さんは基本は全部リモートでやってるんですけど、どうしても IT 企業だと怪しさ出ちゃうんですよね。ネットでいくら集客しても喋ってなかなか伝わらないとか、気軽に行けないっていう。だからオフィスじゃなくてなんかバーみたいな形でそこを設けて、基本いくらでも相談できてお酒飲めるんだけど、そこで喋ることによって顧客体験価値が上がってライフタイムバリューが伸びるとか、まず空間で提案するっていう部分と、例えば今 YouTube の撮影やってる会社さんとか多いと思うんですけど、そういう会社さんとかだったら、撮影スタジオは自分たちのオフィス内に設けて、そこでお客さんが撮影できるようにするんだけど、その時に空間の使い方、オフィスとしての機能と、あと実際にお客さんが来て撮影するってなるとどのように空間区切るのかとか、そういう部分も必要になってくると思うんで、そういう部分とこれまで動画編集は動画編集だけとか、そういういろいろ別々でメニューで用意していたものが、実はその空間ができることによってなんか丸々のサポートみたいなプランにして、いつでも来放題とかにして予約できるシステムとか作ってみたいな、実際にそれを僕がいろいろ考えて提案したりとか、絶対空間とか何か設けるときに実際のリアルのビジネスで調節した方がいいこと出てくるんですけど、そこの調節を主にやるみたいなことは多いかもしれないです。いやもうおっしゃる通りでね、もうそこの部分って考えるっていう得て増えてっていうのは、ね、その個人個人によってそれができる建築家さんもいればできないところが僕はまだまだ多いと思ってるので、役割の建築業界の人間っていうね、ことが大事だと思うので、そうですね。どうなんだろう、柴田丸君がやってる僕が巨匠になりたいの巨匠が、今の巨匠とはちょっとニュアンスが違う、新たな巨匠のね、そういう建築業界の人間像っていうのが僕は新たにこれからはできるんじゃないかなっていう期待もあるんで、
まあそういった意味でなんか本当いろいろね、これを機にね僕もお手伝いしたいし、ありがとうございます。はい、そういうプロデュースする上の中で僕は写真がやっぱりどうしても大事だし外せないと思っているので、そういった時にまあ必要であればもうぜひね一緒に組んでお力貸してくださいっていう感じで、やりたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。